皆さんこんにちは。前回、16歳の少女、神崎美咲の涙と戦いの物語を一緒に追いかけましたね。過酷な試練を乗り越え、弟を守り、夢を追い続ける彼女の物語はまだ終わっていません。今日、美咲はさらに大きな挑戦と驚くべき秘密に直面します。最後まで目が離せない展開が待っています。動画の最後まで見て、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてベルアイコンをポチッとお願いします。さあ、物語を続けましょう。新しい始まり。神田自動車部品工業の工場。朝の陽光が窓から差し込み、美咲の新しい作業着姿を照らす。彼女は穏やかに微笑み、電池を手にエンジンを点検している。周囲の同僚たちは和気あいあいと談笑し、かつての工場のような罵声や冷たい視線はどこにもない。美咲は今、神田自動車部品工業の一員として、尊敬と認められる場所で働いています。しかし、この平穏な日々は本物なのでしょうか？それとも、新たな嵐が彼女を待ち受けているのでしょうか？ある日、昼休み慶中、主任技師の佐藤さんが美咲をオフィスに呼ぶ。机の上には新しいエンジンの設計図が広げられている。佐藤さんが言う。神崎、このエンジンの改良について何かアイデアはあるか？国際設計コンペの準備だ。優勝すれば、この製品は世界中で使われるぞ。美咲は驚愕する。かつて役立たずと呼ばれた16歳の少女が国際的なプロジェクトに参加するチャンスを得るなんて。彼女は目を輝かせ、こう答える。はい、全力で取り組みます。美咲はこのチャンスが単なるキャリアの転機ではなく、彼女の父親に関わる大きな秘密への扉だとまだ知りません。美咲は昼夜を問わず設計図を研究し、アイデアを試す。ある日、エンジンの部品に刻まれた奇妙なコードに気づく。それは、父親が設計に使っていたサインとそっくりだった。美咲は佐藤さんに尋ねる。このコード、何の意味ですか？佐藤さんは一瞬ためらい、こう答える。これは10年以上前の古いプロジェクトだ。設計したのは優秀なエンジニアだったが、あるスキャンダルで業界を去った。美咲の心臓が締め付けられる。彼女は佐藤さんに詳しく話すよう促すと、彼はため息をつく。その人は美咲の父親だ。神田の主任エンジニアだったが、設計の盗作を疑われ、業界から追放された。誰も彼の無実を信じなかった神田会長以外は。美咲の父親は天才エンジニアだったが、濡れ衣で人生を壊された？真実は何なのか？なぜ神田会長だけが彼を信じたのか？美咲は真実を追い求める決意をするが、それが彼女の築いた新しい生活を揺さぶるかもしれない。美咲は会社の古い資料室で過去の記録を調べ始める。埃をかぶった箱の中から父親の日記を見つける。黄ばんだページには、環境に優しいエンジンを設計し、自動車産業を変えるという父親の夢が綴られていた。しかし、最後のページに書かれた一文に、美咲は凍りつく。私は裏切られた。私の設計を盗み、罪をなすりつけられた。美咲と翔太にこの過ちの代償を払わせるわけにはいかない。美咲は震えながら涙をこぼす。父親は泥棒ではなかった。だが、このスキャンダルの裏にいたのは誰なのか。彼女は神田会長雅子に直接尋ねる決意をする。豪華なオフィスで、雅子は優しく、しかし毅然とした目で美咲を見つめる。美咲さん、真実を知りたい？でも、その真実はとても辛いものかもしれないよ。怖くありませんと、美咲は震える声で、だが力強く答える。雅子はため息をつき、棚から機密書類を取り出す。あなたの父親は、業界の大手、相川グループにはめられた。
彼らはあなたの父親の技術を独占したかった。そして、その裏にいるのは、私でさえ対抗するのが難しい権力者よ。相川グループ、業界を支配する巨大企業。美咲は彼らに立ち向かう勇気を持てるのか。それとも、翔太を守るために諦めるのか。国際設計コンペの日が近づく。美咲とチームは、父親のアイデアをもとに現代に適応させた新しい設計を完成させる。プレゼン前夜、美咲の携帯に匿名電話がかかってくる。コンペをやめなさい。さもないと弟に危害が及ぶよ。美咲はパニックになり、急いで家に帰る。翔太は無事に眠っている。彼女は翔太を抱きしめ、涙を流す。だが、諦める代わりに戦うことを決意する。コンペ当日、美咲は数百人のエンジニアや投資家の前で堂々と立つ。彼女は自信を持って設計を発表し、父親の夢とその物語を語る。会場は静まり返り、やがて拍手が鳴り響く。だがその瞬間、VIP 席から男が立ち上がる。相川グループの代表だと名乗る男だ。この設計は我々のものを盗んだものだ。この少女は泥棒だ。会場がざわめく。美咲は世界が崩れ落ちるような感覚に襲われる。だが、雅子がステージに上がり、機密書類を高く掲げる。我々は、この設計のオリジナルが美咲の父親のものである証拠を持っています。盗んだのは相川グループの方です。スクリーンにビデオが映し出される。美咲の父親のオフィスから書類が盗まれる映像と、相川の元社員の告白だ。会場は衝撃に包まれ、相川の代表は顔を真っ青にして退場する。美咲は勝利しただが、これはまだ始まりに過ぎない。相川は簡単には諦めない。そして、さらに大きな秘密が彼女を待っている。彼女は父親の夢を守れるのか。翔太は安全なのか。美咲は家に戻り、翔太を強く抱きしめる。彼女は囁く。大丈夫だよ。約束する。だが、ドアを閉めた瞬間、隙間から封筒が滑り込む。中には一枚の紙にこう書かれていた。これで終わりじゃないよ、美咲。気をつけなさい。相川の復讐が始まる。さらに大きな力が美咲を狙っている。16歳の少女は、家族と夢を守るため、世界に立ち向かえるのか。皆さんこんにちは。神崎美咲の物語がさらに熱を帯びて帰ってきました。16歳の少女が父親の夢を守り、弟翔太を救うために巨大企業相川グループに立ち向かう。前回、美咲は国際コンペで勝利をつかみ、父親の無実を証明しましたが、謎の脅迫状が彼女を新たな試練へと導きます。相川の復讐は？隠された真実とは？最後まで絶対に見逃せません。チャンネル登録、高評価、そしてベルアイコンをポチッとお願いします。さあ、物語の続きへ。朝、美咲は翔太を学校に送り出す。彼女は笑顔で行ってらっしゃいと言うが、心の中は不安でいっぱいだ。あの脅迫状の言葉、これで終わりじゃないよ、美咲。気をつけなさいが頭から離れない。美咲は勝利の余韻に浸る間もなく、新たな恐怖に直面していた。相川グループの影が、彼女と翔太の平穏な生活を脅かす。彼女は誰を信じ、どこへ向かうべきなのか。工場に戻ると、佐藤さんが美咲に声をかけ、深刻な表情で言う。神崎、昨夜、会社のサーバーがハッキングされた。君の設計データが狙われた可能性がある。美咲は息を飲む。彼女の改良したエンジン設計、父親の夢を継いだものが盗まれるかもしれない。佐藤さんは続ける。相川グループが関与している可能性が高い。だが、証拠がない。
気をつけなさい。その夜、美咲は翔太が寝静まった後、父親の日記を再び開く。そこには、相川の元幹部、高橋陽一という名前が繰り返し出てくる。彼がすべての黒幕だと父親は書いていた。美咲は決意する高橋を突き止め、真実を暴く。高橋陽一、父親を陥れた男。美咲は彼を追い詰めるため一歩踏み出す。だが、その一歩は彼女を危険な闇へと引きずり込む。美咲は神田会長雅子に相談する。雅子は眉を潜め、こう告げる。高橋は相川グループの顧問だ。今も業界に大きな影響力を持っている。直接会うのは危険すぎるよ、美咲さん。だが、美咲は譲らない。父の名誉を取り戻したいんです。そして、翔太を守りたい。どうか協力してください。雅子の目には、美咲の強い意志が映る。彼女は静かにうなずき、秘書の山本に指示を出す。高橋との接触をセッティングしなさい。ただし、美咲さんの安全を最優先に。数日後、美咲は高級ホテルのラウンジで高橋と対面する。60代の男は、穏やかな笑顔の裏に冷酷な目を隠している。神崎美咲くん、君の父親のことは残念だったね。だが、過去は過去だ。なぜわざわざ掘り返す？美咲は震える手を握りしめ、言う。父は無実です。あなたが設計を盗んだ証拠を私は持っています。高橋の笑顔が消える。彼は低い声で囁く。証拠？そんなものがあったとしても、君のような子供にはどうにもできないよ。私の後ろには、君が想像もできない力がある。その瞬間、美咲の携帯にメッセージが入る。差出人は不明。内容はただ一言、逃げなさい。美咲は敵の懐に飛び込んだ。だが、彼女は知らなかった高橋の背後には、相川グループを超える巨大な力が潜んでいることを。ホテルを出た直後、美咲は黒い車に尾行されていることに気づく。彼女は走り出し、路地裏に逃げ込むが、追っ手は必要だ。恐怖で心臓が張り裂けそうになる中、突然、知らない男が現れ、彼女を路地の奥に引き込む。男は囁く。神崎美咲だな。俺は相川の内部告発者だ。高橋の弱点を教える。だが、時間がない。男は USB メモリーを渡し、こう告げる。これに高橋が10年前に君の父親の設計を盗んだ証拠が入っている。だが、気をつけろ。相川は君を消そうとしている。美咲が何か言う前に、男は闇に消える。彼女は USB を握りしめ、震えながら家に急ぐ。だが、家に着くと部屋が荒らされている。翔太がいない。テーブルの上には一枚の紙、設計データを渡せ。さもないと弟の命はない。美咲は膝から崩れ落ち、泣き叫ぶ。翔太。ごめん、私が。美咲の最愛の弟、翔太が連れ去られた。彼女は絶望の淵に立たされる。だが、彼女の心の中にはまだ一筋の光がある、父親の意志と、翔太を守るという決意。美咲は雅子に助けを求める。雅子は冷静に状況を分析し、言う。相川は追い詰められている。だからこんな卑劣な手段に出た。だが、美咲さん、君が諦めなければ、私たちが勝つ。雅子は弁護士、警察、そして元従業員たちを集め、作戦を立てる。USB のデータには、高橋が父親の設計を盗んだだけでなく、相川が違法な資金洗浄に関与していた証拠も含まれていた。これを公表すれば、相川は終わる。だが、美咲は葛藤する。データを渡せば翔太は助かるかもしれない。だが、
父親の夢と正義を犠牲にするのか。彼女は翔太の写真を握りしめ、涙ながらに決断する。私は戦います。父の夢も翔太も絶対に守ります。雅子はうなずき、警察と共に救出作戦を開始。美咲はデータの一部をメディアにリークし、相川に圧力をかける。深夜、廃工場での取引が設定される。美咲は単身で向かい、高橋と対峙する。データはここだと、美咲は USB を差し出す。高橋が手を伸ばした瞬間、警察が突入。翔太は無事に救出され、高橋は逮捕される。だが、高橋は最後に不気味な笑みを浮かべ、こう言う。君は勝ったと思っているかもしれない。だが、相川は氷山の一角だ。真の敵はまだそこにいる。美咲は翔太を取り戻し、高橋を倒した。だが、彼女の戦いはまだ終わらない。相川の背後に潜む真の敵とは？美咲と翔太の未来はどうなるのか。美咲は翔太を抱きしめ、涙を流す。もう二度と話さないよ。翔太、ごめんね。翔太は小さな声で言う。お姉ちゃん、僕、強くなるよ。お姉ちゃんみたいに。その夜、美咲は父親の写真に語りかける。お父さん、私、頑張ってるよ。まだ怖いけど、諦めない。だが、彼女の携帯に新たなメッセージが届く。画面には一文、君は知りすぎた。次はお前が標的だ。新たな脅威が美咲を待ち受ける。彼女の技術と勇気は、巨大な陰謀を暴けるのか。翔太との平穏な日々は守れるのか。すべての答えは第3部で明らかに。絶対に見逃さないで。高評価、チャンネル登録、そしてシェアをお願いします。コメント欄で、美咲の次の一手は何だと思いますか？教えてください。ありがとう。そしてまた会いましょう。